ベイトは結構やる気がそがれやすい釣りだと思うんでやべえ、やばいよこれ。やばい、ローリンだ、ローリンだフィッシングギャングあずさ、フィッシングギャングのあずさです。昇竜です。今日はですね、昇竜くんも来てくれてるということがあって、2人ともベイトタックルを使うので、沖縄流のベイトタックルの紹介をしていきたいと思います。で、昇竜くんといえばかなり癖のあるタックルがあったと思うんですけど、結構ブラックバスとかに比べると変わったタックルになってると思うんですよ。で、そういったものを今回は紹介していきたいと思います。じゃあ昇竜くんがちょっとタックルを2つ持ってきてくれてるので、まずちょっと見ていきましょう。自分が革メインで使うベイトタックルはこっちですね。シマノさんのスコーピオン DC100 のハイギアですね。で、ロッドがメジャークラフトさんのコルキッシュっていうシリーズです。パッと見はもう普通にブラックバスタックルですね。で、ちょっと短め。竿は何フィート？65 MH。はい。これは何を狙うための？これは河川の大口鯉狙い用のロッドですね。淡水ですね。淡水です。これはもうほぼ川でしか使わないタックルですね。P は前と同じ3号太めです。で、リーダーも9号です。9号です。で、結構ごつめで、もうカバーの中にぶち込んでいくみたいな、バス釣りのような感じですね。もう提灯もやるし、全部これで1本で利用するみたいな感じです。なるほど。ついてるルアーもフロッグがついてて、メインはトップウォーターとかで使いますね。あとちょっとちっちゃめのビッグベイトとかを投げたりとか。この狙ってる大口動いてもマックスで40センチぐらいとか、50センチぐらいか、50ないぐらいですね。だよね。ブラックバスに比べたら少し小さいっちゃ小さいけどね。だけどやっぱ引きも強いもんね。引きも強いっす。エラー洗いもするし、投げるルアーも大きいからね。これも僕が大口動いを狙う時に使ってるタックルなんですけど、こちらスコーピオンですね。スコーピオンの151の HG なんですけど、ロッドがまたこちら6フィート5インチ、同じぐらいだね。一緒っすね6号の R2 っていう、 P も3号っていうほとんど似てる。で、リーダーはちょっと今ナイロンの8号入れてるんですけど、もうそれもちょっと近いところがありますね。僕もユゴイとか、あとはマングローブジャックとかを狙うためのタックルですね。リバー GT とかだとちょっと弱いんで、このタックルで川から河川ぐらいまではやります。じゃあまず、キャスティング方法ですね、はい、やっていきたいと思います。まずこの投げる前にですね、はい、ブレーキが2つあります。このスコーピオンの場合2つあって、ここにメカニカルブレーキっていうブレーキがあります。はい、でここにこの番号が載ってるこちらもブレーキなんですけど、はい、今4番で設定してるんですけど、はい、これは使うルアーの重さとか、また風ですね、向かい風なのか追い風なのかでまた番号が変わっていきます。はい、でこの番号が低くなればなるほど緩くなります。でこの番号が高くなれば、ブレーキがかかってくるということで、マックスがこれ6ですね。で今は4っていう番号でやってます。でこちらのメカニカルブレーキは基本的にはもう緩めです。一番緩い状態、この糸の出ていき具合見てたら分かるんですけど、締まってる状態で、はい、こう押しちゃうと落ちていかないんですよ。はい、でこれを緩めていくとこう落ちていきます。はい、でこの落ちた後もピタッて止まってしまうと、これ結構ブレーキがかかってる状態ですね。はい、ルアーが水についてもピタッて止まってる。これだともうまだブレーキがかかってる状態なので、もう少し緩めます。ちょっと今一瞬膨らんだんですけど、はい、そしたらこれはもう完全にフリーになってるっていうことなので、この状態ですね。はい、そしたらそこからここの調節をいじります。でまず6、一番ブレーキがかかってる状態、はい、ここからまず投げるんですけど、まずクラッチを切って親指で押さえます。はい、で投げるときにいきます。せーので投げたら、そのまま何もしないと今みたいにちょっと絡まるんですよね。はい、今糸が膨らんだんですけど、これがバックラッシュと言われるあれで、わざとちょっと強めにやります。こういう感じですね。こういう感じで絡まっちゃいます。はい、これも出過ぎた糸がもう膨らんで絡まるっていうことで、これバックラッシュっていうんですけど、はい、こうならないために、リール本体のブレーキシステムプラス、親指で押さえる必要があります。でこれどういう時に糸が出るかというと、ルアーが着水した時ですね。この
着水した時、はい。今ちょっとブレーキが結構かかってるんですけど、これ完全にフリーでやります。完全フリーだといきます。はい。こんな感じで超絡まります。はい。絡んでますね。はい。でこうならないためのブレーキですね。ちなみにこうなった場合はどうすれば？こうなった場合はもう地道にこう親指で押して、あ、逆に。はい、巻きます。でもこれでもほどけない時はもう地道にこうほどいていくんですけど、だいたいこうやってほどいてるとV のラインが出てくるんですよ。こうやって V になってるラインが、はいはいはい。こうやってほどいてたらこのメインのラインをこう押さえつけてる V のラインが出てくるんですよ。はい。でこの V のやつをほどいていくっていうことを繰り返します。なるほど。このメインのラインを押さえつけてる。とりあえずまずほぐします。はい。このおおおお。出たバラクーダバラクーダバラクーダ？釣れそうじゃないですか釣れそうですよ。なんかやばい。ちょっと待ってバックラしてるバックしてる場合じゃないな。自分でバックラさせてる場合じゃなかった。こういうやつですね。こういうこうやって引っ張った時に、はい。このメインのラインをこの動いてるじゃないですか。このメインのラインをはい。この白のラインを押さえつけてる4本ぐらいのこのライン、はい。こいつらをほどいていかないことには始まらないです。なるほど。やべえやばいよこれ。やりすぎちゃったね。自分で作っといて。ショル君が今先ほど出たバラクーダらしきものを狙ってるんで、とりあえずまあ、おお出た出ました。出た。今出たんじゃん。スイムウェイト出た。俺のに出ましたよ。スイムウェイト炸裂してる。怖い怖い怖い。あ、結構でかいバラクーダでしたね。今普通に60ぐらいありませんでした。スイムウェイト飛んじゃん。乗らなかったっすよ今のチーズはかっこよかった。これは余計俺の手が震えるしいいな。まあ切ろうかな釣りしたいあ、ついてる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 。お、食え。見切りましたね。おやっけだな。おお、足に怖い。ああ終わった終わった終わったぞ組み直します。これは、ジャッカルさんのポンパドール、結構ラトローもうるさくて、このブラックバス用のルアーなんですけど、こういうやつから、これはビッグバドですね。これも名前入れて作ってもらってこれがまあ普通のノーマルのビッグバドですね。これも音がうるさい。このトップウォーターです。超うるさいですよね。これがうるともうカラン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 。これはまあシャワーブローズ、もうエバーグリーンさんの名作ですね。結構こんなでっかいやつでも反応してきますね。これシャワーブローズ。いいね。シャワーブローズやばいっすよ。キレが超いいね。しかもスプラッシュ上げるんで遠くでも。おおすごい。今ちょっとサラさんとコラボでちょっと無理やりお願いして作ってもらってるサラペンの130ですね。これはまだプロットです。クランクはこれはもうミキューっていうよりはもう旗を狙ったり、まあミーバイ系。ブリキンスイマーはもうこれはもう僕が使う時はマングローブジャック狙い。あ、少量も一緒か。一緒です、一緒ですね。結構スイムベイトでマングローブジャックを狙ったりとか使います。でまあトップウォーターも基本的にユゴイとマングローブジャックを狙う時に使います。でもこのサイズでも一応チヌは2回かけたことある。マジっすか。これそうそうそう、抜き上げ失敗したけど、ちょっとやっぱルアーの大きさがでかいんで、針のサイズもチヌに対して少し大きくて、多分フッキングで返しまで刺さらなかったんでしょうね。抜き上げで失敗したんですけど、マングローブジャックは結構でかいルアー食ってくれますよね。ただ引きがもうものすごく強い。最初のタックルがいいですよ。うん、食った時の。そうそう、もう竿がバーンと投げ釣りしてる時とか落とされそうになって危ねえって言って掴んで上げてきたら普通に30センチのぐらいのカースビーだったりとか、マグマフェーダイなんですけど、マングローブジャックはもう引きがめっちゃ強いので、今年一応ビッグベイトで 55.5 センチっていうマングローブジャック釣ったんですけど、それ釣った時もリーダーはナイロンの30号入れてたんですけど、それももうズタボロになるぐらいマンホールの中に入っていきやった。もうそれぐらいじゃないとあれはきつかったなっていうのはありますね。このバスタックルって使えるのとか聞かれたりとか、本土の方が聞いてきたりとか、まあ、バスルは使えないかなっていう結構あるんですけど、マングローブジャックとか、まあ、大口鯉狙う上では全然使える。全然いけます。ただ針はやっぱ強化しておかないとね。わかりますね。うん、針もちょっとチューニングしてもらってるやつがあって、こちら STX の58なんですけど、これもう
市販では売られてないフェザーフックチューンですね。難しいのが魚の引き自体はやっぱ強いんですよ。このマングローブジャックもオオクチユゴイも引きは強いんですけど、口がそんなに大きくないんですよ。だからバス用の針だと強度はないけどでかすぎるんですよ。沖縄でチューンするには針のサイズを下げて強度は上がらないといけないっていう、そういうチューンが必要となります。これですね、スプリットリングを2つ入れて、で針のサイズを下げてます。そうすることによって魚がヒットした後に針が伸びにくいのと、ばらしにくいっていうのがあって、こう固定されてるとスプリットリングが動ける幅って少ないんですけど、これが2つに増えることによって、かなりの幅で動きます。P ラインが太いっていうのもあって、がっつり合わせたりとかパワーファイトすると針が伸びたりとか動く幅が増えることによって、パワーファイトも全部吸収してくれる。でバラシも減る。この前後がこう絡まらない方がいいんですけど、ただそのギリギリの範囲内で調節すると。あとドラグを出して対応できる場所だったらいいんですけど、動いて結構ストラクチャーとかのいろんなとこついてる。オープンでいることはあんまないっす。あんまないよね。なんか大型に限って本当に難しい場所にいるから、だいたいでかいユゴイがいる場所って結構パワーファイトが強いられたり抜き上げが強いられたりとかする場所なんで、ちょっと針の強化は必須。お願いします。自分主に投げるとき、2つっていうか投げ方、サイドでキャスティングするパターンと、はいはい。上から振り切ってやるパターンだったんですよ。はい。でめっちゃ遠くに飛ばしたいときは上から振り切ってはい。投げるパターン。なるほど。はい。さっきみたいに魚がいっぱい出てるじゃないですか。はい。この時間がないときはサイドでもピュイって近場にパッとして巻いてアピールをするって感じです。なるほど。どっちかといえばサイドのこの方が自分の投げたいところとか狙いたい場所に飛ぶような気がします。なるほど。自分これ200番なんですけど、200番。200のハイギアなんですけど、200番っていうとスピニングでいうと大体どんぐらいな感じですかね。 P35150 入るからじゃあ3000番ぐらい。 3000番ぐらい3000番ぐらい。らしいです。なるほど。カルカッタの自分の中の弱点ははい。ドラグが弱いんですよ。ドラグが弱い。弱いです。ドラグ力が弱い。最大で5キロしかかからないんですよ。あで結構自分近く場にボラとかいたらそのボラ釣って、この竿でそのまま泳がせで大きい魚狙ったりするんですけど、はいはいはい。止まらないですね。大きい魚かけたらもう出っ放し。出っ放しです。ギーってずっとなるほど。それは困りますね、ちょっとね。ちょっとでかい浪人とかだとああもう終わりじゃないですか。終わりですね。でもある程度魚は飛び切れますよ。5キロって結構ありますからですね。ナマゾンとカルカッタがついてますね。で自分これは川とかでは使わなくて、主に河口ですね。この潮の満ち引きが分かるようなところでカースビーとかミーバイとか沖縄の大きい魚を釣ろうということで、このごっついタックルを使ってますね。 P はでもさっきと同じぐらい一緒ですね。3号です。ちょっとカルカッタの方が巻き数が少ないので、3号に落として150は一応入れようという。ああなるほど。リーダーは自分は12号こっちぐらいの方がまだ動かしやすいんで、ああそうなんだ。フルロックでもうがっつり止めて上げてしまえば、ねずれ場はさえしなければ全然取れるぐらいなんで、12号っても太いからな。太いですよ。自分がこだわってるのもナイロン使います。ああそうなんだ。フロロだと癖が出るじゃないですか、糸、それが嫌なんで、まっすぐ伸びて綺麗にアクションしたいんで、わざとナイロンで癖の取れるんで、ナイロンを引っ張ればそれでナイロン入れてます。リーダーは1キロぐらいかな。1キロぐらいです。意外とちょっと長めに取ります。さすがに取らないとやられるんで。先ほどバックラッシュしてましたけど、はい、そんなことありましたっけ？はい、ありました。やべえ。僕も結構遠投するときはこう上から、はい、投げることが多いですね。横から投げるときってのはやっぱストラクチャーがあったりとか、はい、あとはまあ風が、今は追い風で全然問題ないですけど、はい、横風とか吹いてるときに、はい、上からやるとこうラインがふわっと膨らんで、それが風に持っていかれて、はい、このピチャってこう横になるんですよ、ラインスラックが。でそれをなくしたいときには、横からもう結構早めの弾道で打って、はい、この放物線をなるべく描かない、横からピュッて投げて飛距離を出すっていうのが使い分けてるところですね。スピニングとの、キャスティングの違いっていうのはどんな感じですか？スピニングは結構離すのが遅いです。離すのが遅い。指を離すタイミングがベイトに比べると遅くて、ベイトは結構もう早めに離しますね。例えばこうスピニングだとフシってこの辺で離すと思うんですよ。はい、フシってこう人差し指、はい、この辺で離すんですけども、ベイトは
この辺ぐらいから話し出してますね。ああ、なるほど。ここで話すのかここで話すのかぐらい、結構そのリリースポイントに今差が出てるっていうのがありますね。違いとしては重たいルアーが投げやすいっていうのがあります、ね。あれですか、投げてルアーが空中にある間は、ずっと親指はラインに触れてるんですか？最近のやつはもう本当にブレーキシステムがめっちゃ良くなってるので、離しても大丈夫です。これ最初離すじゃないですか、ピッて投げてもう離してです。で水につく直前に押さえるだけでもうバックラッシュしないですね。おお、なるほど。だからもうずっと触っとく必要もなくて、今はもうブレーキシステムだけ調節すれば結構割と誰でも投げれる時代じゃないかなと。じゃあ最初はブレーキロックとか固めにしておいて、最初固めからどんどん緩くしていくっていうのが基本ですね。なるほど。ルアーも最初重めのやつで練習した方がいいですかね。練習した方がいいと思います。重たいルアーの強いブレーキからどんどんライトにしていく。とりあえずベイトは結構やる気がそがれやすい釣りだと思うんで最初自分にどんどん優しくして、なるほど、やる気が落ちないようにキープするのが大事です。続いてですね、こちらちょっとこれはもうめっちゃ中学生の時からよくやってるやつで、シャットテール、これ今バルトなんですけど、これが出る前に BTS っていうシャットテールの同じ大きさのワームがあって、それで昔からもやってる釣りなんですけど、こちらのシャットテールの3.5 インチから4インチぐらいのシャットテールのワームを使って、テキサスリグで、コチとかミーバイを狙う釣りがあります。でコチミーバイの他にも、食ってくるのはローニンメッキと、あとはマングローブジャックが食ってきます。普通はもうみんなバレットシンカー使ったりとかタングステンのシンカー使ったりするんですけど、結構経済的にちょっと厳しかったりする人はこういう丸型重りとか使ってやります。これとかだともう1個10円とかで買えるので、これをシンカーにして使います。テキサスリグはもうシンカーを通して、その先にこのオフセット型フックをつけて、それにこのワームをセットしたやつがこれなんですけど、こういう感じでセットしてからですね、今こっちにシンカーが来てる状態ですね。これがブルブルっていって魚が加えて走ったら誘導式になってるっていう仕掛けで、これも結構釣れて面白いですね。これの場合だとちょっとルアーが重たくて片手でフィッて投げれるレングスでもないので、両手使うんですけど、両手でもこういう感じで、こっちに障害物がある時とかはもうどうしてもそういうやらないといけないので、例えばこっちから向こうの橋の下を狙うとかでもバックハンドでっていう感じですね。こっちに障害物があったら投げることできないじゃないですか。この辺に障害物があったら上からも触れない右からも触れないってなった時に、自分の利き手の反対側からでも投げれる練習っていうのはやっぱ必要ですね。なるほど。こういうのはやっぱ都市河川とかでもそうなんですけど、都市河川の場合は歩行者が歩いてて、要はこっちから触れない、危ない時とか車が止まってたりとか、そういう状況があるので、両方からこうやって投げれたりする練習は必要ですね。なるほど。でショートロッドだともう下からフリッピングとかもできるので、この6フィート5インチっていうレングスだとちょっと下はもう水面に当たっちゃうんで、こうやって投げる上でそうですね、ちょっとあんまり合わないんですけど、ロングロッドのメリットとしてはやっぱり飛距離が出るっていうのがメリットとしてはあるので、これぐらいちょっと開けた河川だとやっぱりどうしても飛距離はあった方がいいので、河川で釣りするし、川でも釣りするってなると6フィート台ぐらいがいいぐらいかなと僕は思ってるんですよね。はい、続いてこちら、ヒュージカスタムですね。これはもう去年僕がリバー GT 釣ってた竿なんですけど、これはもう竿はもうパプアンバス用の竿なのでめっちゃ硬いですね。もう棒ですねもうバットとかも全然曲がらないんで、もうこれは最初沖縄で使えるかなと思ったんですよ。これ長さも6フィート2インチなんですけど、結構短いし、もう棒みたいに硬いし、沖縄で使えないんじゃないかってやっぱ思ったんですけど、都市河川で GT を狙う上でやっぱりこの電線とか木とか結構投げにくい場所が多くて、でそういうところでやっぱりショートロッドが生きてくるっていうのがあって、どちらかというともう近距離線の釣りが多いんで、湯鯉も近距離だし、マングローブジャックとかもやっぱり流れ込みとかそういうストラクチャーを狙うことが多くて、でリバー GT も言うても河川なので、そんな大きい河川じゃなくて結構小さい河川とかに入ってくるので、割と近距離線なので、もう飛距離が出るタックルっていうよりはどちらかというともうピンポイントキャストというか、精度が決まる、タックルが必要とされるっていうような状況で、そうなると結構この長さっていうのは生きてくるなというのが
分かったんで、これも使ってみて気づいたことなんですけど、それで今年はこのタックルでリバー GT に挑んでみて、なんとか結果が出ました。でリールがですね、こちらグラップラー 301HG っていうやつで、本当はキャスティング系っていうよりはどちらかというとジギングとかタイラバとかそういうのに使うリールです。ラインキャパシティが結構入るっていうところが魅力で、あとドラグ力も結構強かったので、ドラグかけてるのは河川だから6キロ7キロぐらいかな。リバー GT 狙ってる時のラインはですね、これ P の4号が 190m ぐらい入ります。言うても150以上は入れてますね。 P4 号150以上で、リーダーが100ポンド入れてます。約30号ですね。今年のでかいマングローブジャックを釣った時もこのタックルだったんですけど、このタックルでも本当にバットから曲がってドラッグが出されるぐらいの最初のファーストランだったんで、やっぱりこの魚は強いですね。はい、でリバー GT とかで使ってたルアーですね。マグナムも未だにちょっと針のバランスがちょっと分からなくて、これもバラしたくないっていう気持ちからこのツーリング入れて、やってるんですけど、この狙う上でやっぱ難しいのがここにこうやってかかるんですよね。ここにこういう感じでトリプルが結構抱くことが多くてですね、これと戦わないといけないんですよ。20のシングルのリングだったらかからないんですよ。だけどこのツーリングにしてまたかかるようになったりとか、結構未だに、答えが正直言って出てませんね。でかいリバー GT 釣った時のルアーが今こっちにあるんですけど、このジョイクロとかで狙う上でこの針が絡まらないようにしつつ強度を保ちながら釣りをするっていうのが一つ課題がみんな残ると思います。でもこういうシングルにしてしまえば割とそういう絡むこともないんですけど、今度やっぱりバイトがあったけど乗らなかったとかなるとまた難しくなって10センチから45センチぐらいのマングローブジャックが食ってきた時に今度針が大きすぎて乗りにくいんですよっていう問題があって、これぐらいのフックに下げる。そしたらリバー GT がいったら今度これじゃちっちゃすぎて針が曲げられるっていう、その中でやっていく、何を優先するか自分の中で決めてやるっていうのがバスタックルをこちらで使う上で葛藤する部分ですね。問題は針なんで、ベイトの利点は太い P でも結構飛距離が出るので。なるほど、スピニングよりも太いラインが投げやすいですね。あと癖がつかないですね、 P のこのよじれの。スピニングだとやっぱりどうしてもよじれが出てくるんですけど、リールに巻く上で沖縄はこういった感じで結構6フィート台の竿だとオールマイティーに釣りもできるし、ちっちゃいルアーから大きいルアーまで、これぐらいのルアーでも全然反応あったし、勝利君のもうバイトもあったぐらいなんで、もう全然ブラックバス用のルアーも使える、実際はフィールドですよっていう感じですね。やばい、ローリンだ強い1投目で釣れたかえて、これでかいでかいな。ちょっと待ってよ。アッパーカッターでこれいい動きするんですよって説明して1投目出てましたね。やばい、強い、完全に出ると思ってなかった。出たね。さすが未来の GT オラオラだな。ドボーンとか言ってました。ドバーってやったな。もうね、撮影終わってもう遊んでたんですね。そうですね。粘ってたら強い。これベイトキャスティングですね。これがベイトキャスティング。これがベイトキャスティング。撮影中に見せたかったんですけどね。本当ね。完全に釣れると思わなかったですね。やば。このアッパーカッター結構おすすめして釣り具屋さんが入れてくれてるんですけど、全然誰も買ってくれないんですよ。あ、そうなんですか。実際本当に釣れるんですよ。こうやってもう見てください。実際釣れるんですよ。同じか 38？ そうですね、38ぐらいかな。40手前ぐらい。40手前ぐらいですね。未来の GT なんで帰ってもらいます。はい、わかりました。バイバイ。いった。よし、帰りましょう。Fishing gang, 暑さ